こんにちは、こんばんは、はるです。ということで、今回は自宅の駐車場からなんですけど、ちょっと事件が起きたので、紹介します。で、今回は短い動画になるので、ぜひ最後まで見てください。で、今、僕の車2台、軽自動車のハイゼットと、キャンピングカー、自作で作ったキャラバンですね、並んでます。で、両方の車、今まで DIY して完成するまでの様子を動画にしてきたんですけど、軽自動車のハイゼットの方、見てくれた方はわかると思うんですけど、上の収納ボックスがなくなってます。わかりますかね？ここに収納ボックスがあったんですけど、なくなってます。で、これがですね、高さ制限のある場所でぶつけてしまって破損しました。で、今、僕がこのキャラバンに乗ってて、このハイゼットはアキさんが乗ってるんですけど、1ヶ月ぐらいアキさんが乗って、ちょっと慣れてきた頃にですね、やっちゃいました。で、ぶつけた場所があちらです。この自宅の屋根ですね。あそこになります。で、ちょっとその場所に行って、ちょっと再現みたいにしてみようかと思います。はい。ということで、ここですね。で、高さ制限が 2.2 メートルっていうこの場所でぶつけたんですけども、ルーフボックスが乗せてる時ですね、高さが 2.25 だったんですよ。2.3 かな ?3 ギリないぐらいなので、2.25 のところ以外は通れないよっていう風にしてたんですけども、1ヶ月ぐらいしたらですね、ちょっと忘れて通ってしまったみたいです。で、通り抜ける時にボックスがこちらの壁に当たって、ぶっ壊れたということです。はい、こんな感じですね。高さもルーフキャリアだけだったら全然隙間あるんですけど、ここにですね、ルーフボックスつけてたので、ちょうどこの上の部分ですね、ぶつかって、ぶっ壊れました。しょうがないです。で、幸いですね、これが道路とかではなくて、僕が住んでいるアパートの敷地内だったので、あと、事故とか怪我人も出てないので、運が良かったというか、被害が最小限だったので、かなり良かったです。で、僕が今乗ってるキャラバンもですね、高さ制限が 2.25 で、僕はもう2年ぐらい、キャラバンで1年ぐらい乗って、このハイゼットのルーフキャリアがついてる時も高さ制限あったので、もう2年ぐらい乗ってるので、もう慣れているんですけども、初めて乗った方とか、キャンピングカーもそうですけど、その高さ制限のある車に乗り始めた頃って忘れてぶつけてしまうの結構あるんですよね。なので、この動画が目について注意喚起になってくれればいいかなと思って動画を上げました。で、箱はもう取り外してるんですけど、箱の方も見てもらいたいと思います。ということで、壊れたルーフボックスも取り外してるんですけど、そちらも見てほしいです。はい、ということで、こんな感じになってます。壊れたルーフボックス取り外しました。で、ルーフキャリアの下に2本板を敷いてたんですけども、それも取り外しました。まず、もう、開けるとですね、これが全部壊れてます。この蓋が壊れて、横から見ると分かりやすいんですけど、こんな感じでね。そうですね、もう全部割れてます。こんな感じで割れてますね。で、ルーフボックスは前4箇所で、両サイド1箇所ずつの計6箇所、ルーフボックスとルーフキャリアにステイで固定してました。で、多分上の方ギリギリがぶつかって、そのまま車は前進してですね、バキバキバキっと割れていって壊れたという感じです。こちらはもう使えないのと、またちょっとね、慣れないうちにぶつけたら困るので、もう取り外しました。こんな感じです。で、これですね。このルーフボックスがもし鉄製だったら、鉄製でですね、しっかりステーを使ってルーフキャリアと固定してたら、多分ルーフキャリアも歪んだり壊れたり、あと車の何かしら不具合も起きていたかもしれないです。ルーフボックスがプラスチックだから、これが割れるだけで済んだのかなと思ってます。とにかく家のアパートで怪我をする人もいなくて、で、以外もこのルーフボックスのみだったので、とてもラッキーだったと思います。はい。ということで、今回は短い動画になるんですけども、キャンピングカーとか節約仕様の車には付き物の
高さ制限でちょっと車が破損した。車はまあ助かったんですけど、ルーフボックスが破損したっていうお話でした。このね、サムネとか見ただけでも注意喚起にはなると思うんで、今なんかキャンピングカーもものすごい売れ行きがいいみたいですし、自分で自宅でキャンピングカーを作ってる方も増えてるということで、高さ制限ですね。ぜひ、乗り立ての人はこの動画もし見かけたのでしたら、さらに注意することができると思いますので、皆さん、僕も含めて、高さ制限ですね。気をつけながら、車中泊や車中泊キャンプなど、楽しんでいけたらなと思っています。ちなみになんですけども、過去動画にはですね、先ほどのハイゼットを自宅で車中泊仕様に作り上げていく動画、もうすべて再生リストにまとめてます。で、今映っているキャラバンですね。こちらはキャンピング登録までしている車両なんですけど、こちらも自宅で、キャンピングカー作っていく様子ですね。すべて再生リストにまとめてますので、気になる方いましたら、ぜひそちらの動画も見てください。ということで、今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画も見てください。